皆さんこんにちは。トニー高谷です。今日はこちらの通風用のルーバーを作り変えてみます。ご覧のように大小2つのルーバーが並んでいます。反対側は大きいものだけです。まだ私が模型を作り始める以前、もう60年も前に発売を開始したこのキハ82ですが、これを見る限り当時としてはよくできた製品だと思います。ただ今のレベルでは少し物足りない感じがします。それで小さい方は完全に作り変えて、大きい方は枠だけ利用してルーバーは取り替えるつもりでした。けれども反対側のルーバーの枠のプレス加工に問題があって、枠と車体の境界があまりはっきりしない部分があります。それで大きい方も全面的に修正することにしました。なお今回ご覧いただく作業はキハ80などの他の車両や機関車のエアフィルターにも応用できますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは作業に移ります。まずプレスで浮き出されている部分を削り取ります。リベットのついた蓋のようなものも同時に削り取りますが、こちらは事前に裏側のプレスのへこみを真鍮板とハンダで埋めています。ヤスリで表面に浮き出た部分を削ります。最初は中目のヤスリで削って、途中で細目や油目に切り替えています。最後の仕上げはペーパーヤスリを使いました。このようにかまぼこ板にペーパーヤスリを貼り付けたものを使っていますが、ペーパーヤスリ単品でも構わないと思います。糸のこでルーバーを切り抜きますが、ここでは全て切り抜きません。その理由については後ほどご説明します。ルーバーの運転室側を細く切り抜きます。運転室側だけヤスリで成形します。0.8 ミリの角線をハンダ付けします。0.4 とか 0.5 ミリの厚さの真鍮板でもいいのですが、切り出すのが面倒なのと適当な帯板の持ち合わせがないので使用しています。隙間の一部を真鍮板の切れ端で塞ぎます。ルーバーの一番下のへこみを 0.2 ミリの厚さの帯板で塞ぎます。小さいルーバーも帯板で一部を埋めます。
真鍮角線やハンダなどの余分な出っ張りをヤスリで削り取ります。先ほどから行っていますこの作業、やる必要がないのかもしれません。たった 0.5 ミリの誤差が生じるのが嫌で、自分でもバカかと思いながら時間と労力を費やしてしまっています。はい、これで下準備が終了しました。次から本格的にルーバーを作っていきます。まず枠の部分を作ります。こちらは 0.1 ミリの厚さの真鍮板です。板が薄いので切り出しやヤスリがけは慎重に行わないと簡単に折れ曲がってしまいます。こちらが切り出しと成形が完了した枠になります。ところでプレス加工で表現された製品のルーバーの位置は運転席方向に1ミリ全体にずれていました。今度は正式な位置に付け直しますが、そのままだと枠がルーバーのへこみにかかってしまって枠までへこんでしまう可能性がありました。それで真鍮角線と帯板で土台を作ったわけです。枠を車体にハンダ付けします。余分なハンダを除去します。木下げ作業とも言われますが、正式な木下げという道具を使うわけではありません。木下げと名の付いた道具も売られていますが、値段も高いので彫刻刀で代用しています。ある程度彫刻刀でハンダを除去したら木下げ刷毛で削ります。その後再び彫刻刀と木下げ刷毛を使う作業を繰り返します。木下げ刷毛も値段が高くなってしまいましたね。ご覧のようにもう少し少ない量のハンダで作業をすればいいのですが、何分にも不器用なものですからね。ただ金属工作のいいところは、使用するハンダの量が多くても時間をかけて削り取れば塗装した時には分からなくなります。ある程度ハンダが除去されたらペーパーヤスリも使います。段差のハンダの除去を彫刻刀を使ってします。はい、ここで木下げ作業に便利で安上がりの方法を見つけましたのでご紹介します。15センチのステンレスのスケールです。ルーバーの枠の周囲に当ててハンダが除去されてまっすぐな状態になっているか確かめていました。そうしたらまだハンダが残っているところがあって、本来なら彫刻刀で除去するのですが、
ふと溝に溜まったハンダを真鍮板で除去したことを思い出して、こいつを使えるんではないかと思ったわけです。実際に使ってみたら予想以上に良かったので、皆さんにご紹介することにいたしました。とは言いましても、全ての作業がこれ一本でできるわけではありません。他の道具を併用することで効率的に作業が可能になると思います。枠の取り付けと木下げ作業が終了しました。今度はルーバーをはめ込むための穴を開けていきます。糸のこでの切り抜きとヤスリ仕上げはこのチャンネルの自作編5と6で使用した国鉄モハ470のユニットサッシ窓の切り抜きとヤスリ仕上げとほとんど同じですので、詳しくはそちらをご覧ください。裏側のバリや角栓などの出っ張りを削って平らにします。ルーバーをはめ込む穴が出来上がりました。それではルーバー部分の作業を行います。
ルーバーの表現は真鍮線を並べるという方法もあるのですが、今回はこちらのエコーモデルから発売されている屋根用波板と 0.5 ミリの筋目板を利用します。波板も平板の真鍮板と全く同じように切ってヤスリ掛けができます。小さい方のルーバーは 0.5 ミリの筋目板を使います。山の部分が広くて谷の部分が狭くなっていますので、太い方の毛書き針や目打ちを使って谷の部分を広げます。ルーバーの切り出しが終わりました。切り出した波板はそのまま車体に取り付けるのが難しいので、 0.4 ミリの厚さの真鍮板で裏打ちします。ただこれだとルーバーが引っ込んで見ますので、 0.1 ミリの真鍮板でさらにかさ上げします。0.1 ミリの厚さの真鍮板にフラックスをつけて、ハンダの小片を乗せてハンダメッキをします。ベースになる 0.4 ミリの厚さの真鍮板にハンダメッキした 0.1 ミリの真鍮板を固定します。ほんの少量のハンダを乗せます。厚さ 0.1 ミリの真鍮板は薄いので、どうしても若干の凹凸ができてしまいます。それで軽く表面を整えます。
波板を乗せてハンダ付けします。余分なハンダを取り去ったところです。枠の部分にはめ込んでハンダ付けします。画像では省略していますが、簡単にピタリとははまらないため、少しずつヤスリで調整しながらはめ込んでいます。そのためかなり時間がかかっています。表にハンダが回らないようにできるだけ短い時間で作業を行います。そのため普段は四方隙間なくハンダで埋めていますが、今回はそこまでは行っていません。一応出来上がりましたが、少し表にハンダが流れたようです。毛書き針と彫刻刀でハンダを除去しました。ようやく完成しました。小さいルーバーがやや引っ込んだ感じになってしまいました。裏打ちをせずに直接車体にはめ込んだ方が良かったかと思います。もうやり直す気力は残っていません。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと余計な作業をしましたので時間がかかってしまい、動画の投稿が遅くなってしまいました。遅くなったついでに最近発行された本を一冊最後にご紹介したいと思います。鉄道模型ファンのための床下図鑑という本で、発行は月刊の鉄道模型趣味を発行している木芸出版社です。床下図鑑とタイトルにありますので、個々の
床下器具の図面や写真が載っているのを期待して、買うとがっかりされるかもしれません。もちろんそれらも少しは掲載されていますが、床下器具の配置図がメインになっています。とはいえ、床下器具の取り付け位置や各器具の名称が詳細に記載されています。おまけで各車両の車体断面図も載っていますので、自作やレストアを行う方にとってはありがたい参考書ではないかと思います。もちろん完成品に物足りなくて手を加えたいと思っている方にも役立つのではないかと思います。ただ、国鉄車両限定ですので、施設ファンには物足りないかもしれませんが、今このチャンネルで連載中のキハ80にも収録されていますので、私は即買いました。はい、キハ82です。収録されていない車両もありますので、事前に調べてご購入されることをお勧めします。この後目次だけでも、貼り付けておきますのでご覧ください。定価は税込みで2800円しますが、それ以上の価値があるように思いました。以上、今回もご覧いただきありがとうございました。